こは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。飯塚ちゃん、はい、もしもゲームと勉強どっちが大事なのとか、ゲームと俺どっちが大事なのとか言われたらどうする？ゲーム好きなの知ってるのに何なのって話になりますね。だってゲームしなかったら生活できないのに、そんなこと言われたら生きるなって言われてるみたいなもんじゃない？死ねって言われてるのと同じだよって言って。ゆうくんどうです？俺？いやその話はゲームで決着つけようっていうね。それ全然分かってない。それ全然分かってない。オッケーオッケー。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。あ、初来店のソウルキャリバー勢のお二人じゃないですか。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今夜のお客様はザサラメール使いとして知られる SHK 選手。直感的な状況判断に長けた強豪プレイヤーです。もう一人のお客様は三原奈緒選手。研究力に定評があり、アズベル使いとして有名なトッププレイヤーです。まずはこのゲームの世界に入ってきたそのきっかけから伺っていきたいと思います。電脳石バーチャロンフォースっていうのを高校時代に友達に誘われてゲームセンターでやり始めて、そこでちょっとハマった感じですね。対戦に関しては。バーチャロン。チャロン。チャロンって言うんだ。バーチャロン知らず？よく生きてこれたね。確かにどうやって生きてきたの今まで。こうやって。そうですね、自分もその偶然にも彼と初めてやったゲームがバーチャロンで、自分は高校の時に、本当、当時ちょっとすさんでまして生きがいもなく生きてる中、ふと立ち寄ったゲーセンで、バーチャロン触ったらちょっとハマってしまいまして。ほらバーチャロン生きがいなんでよく生きてこれたね。でそれをきっかけにもうそこからずっともうゲームだけの人生で、ここまでやってきました。そこからお二人はソウルキャリバーと出会われるわけですよね。電脳石バーチャロンコースっていうのが2対2のゲームなんですね。その地方だったこともあって人がもう集まらねえってなってきて、4人集めるのが難しいみたいになってきて、たまに一緒にやってた人がソウルキャリバーが好きで、ちょっとこの格闘ゲームやってみないって言われて始めたのがきっかけですね。自分はね結構ね遅いんですよ。格ゲーを始めたのが8年前、今38歳なんですけど、30歳の頃に始めまして、当時やってたちょっと MMORPG が1ヶ月サーバー停止することになって、その時に暇だなっつって、会社でなんか友達と話してたら、そいつがソウルキャリバーをただやってて、でじゃあその最新作一緒にやろうぜってなって買ったのがソウルキャリバー5ですね。そして昨年開催された大規模の公式オンライン大会ソウルキャリバーオンラインチャレンジでは直接対決がエキシビションマッチであったそうですね。キャラの相性もそんなにいい方じゃないんで、ちょっと荒らしに言い訳？いや言い訳なんですけど普通にやったら負けるだろうなと思ってたんで、荒らしに行こうかなみたいな感じで行ったら、荒らせずにノーチャンスで終わりましたね。荒らさせない。当時ってやっぱ自分のがやり込んでる自信はあったんですよ。で絶対に自覚してると思ったから荒らしてくるっていうのが最初から分かってたんで、読めてたんだ。プランをかぶせて完封した感じでしたね。じゃあ今日ねこのハメジュンに2人で来るってなった時ちょっと嫌だなって思ったでしょ。相当やれるよりによって直さんかみたいなそうだよね。ではお二人のちょっと出会いについてお聞きしたいんですけれども、覚えてますか？彼はバーチャロンフォースで全国大会で優勝してたんで、僕は地方のなんか1ゲーセンでやってるだけのプレイヤーだったんで、もう三原奈緒じゃんと思ってっていう印象でしたね。そうですね、多芸の有名人ってことですもんね、他のゲームの。で自分はその5を始めた時に彼が5の世界大会の日本代表だったんですよね。でそれを動画で知りまして、動画つってもこの代表弱すぎじゃねみたいな、負けると切り抜かれちゃうよね。それをひたすら見てて、それで初めて知りました。お互いのことをプレイヤーとしてどう見られてますか？気になるなこれも。自分は研究しない方なんですよ。どちらかというと実践でなんかこうした方がいいなって考えていくタイプで、ただ彼はトレモで詰めていくタイプなんで、自分にないものを持ってるなっていうのはすごく、その部分は尊敬してますよ。その部分は。いいぞもういい。先に言っときますけど、後で戦ってもらいますからね。いいぞいいぞ。彼は逆にさっき言った通り、自分で言った通り、どっちかっていうと人読みとか実践の中でこう合わせていって、
そのまま一読みで勝つっていうタイプなんですけど、まあ、自分がそこすごく尊敬してて、だからこの前の5先のエキシビジョンマッチも彼のいいところを真似してかぶせてやろうっつって試合前からいろいろ考えて。ソウルキャリバー6は、昨年の8月にセツカですね、そして12月にはファン・ソンギョンという新キャラクターが登場しました。それに伴うバトルバランスの調整などもありましたけれども、戦い方に変化などありましたでしょうか？バトルバランスに関しては、結構ザサラメールは修正を加えられて、今まで投げでリングアウトが2種類できてたんですけど、そこを1つしかできなくなって後ろに落とすっていう行動が非常に弱くなったんですね。崖を背負ってるのが強いキャラクターだったんですけど、今崖背負ってるとそんなに強くないみたいな感じになってて、いくら有利を取っても、まあ、基本的に縦切りは横に行けば避けられるっていうシステムに変わってしまって、大幅に結構戦術を今変えてる最中。激変じゃないですかそれ、むしろ。その知識差で勝てない分、初心者の方は入りやすかったと思うんで、そういう意図があるんだ。始めるなら今だと思います。プライベートでハマってることなどをちょっとお聞きしたいんですけれども。最近は PC ゲームでエスケープフロムタルコフっていう FPS ゲームをやっていて、タルコフでそのロシアの紛争地域から金目のものを持って帰って人に売ったりとかするゲームなんですけど、強盗じゃん。それがすごいハマってて、ソウルキャリバーがおろそかになるレベルで。自分はですね、バーチャル YouTuber が大好きで、雰囲気違う。興味ある。誰。立花ひなのさんっていう、まあ、FPS を主にやられてる、ゲームやってる人なんだ。そう上戸さんって元プロゲーマーの方とカップルじゃないんですけど、そういうなんですかね、低々雰囲気で、もうねおじさんがもう空気もくてあーってなっちゃってます。それちょっと待って。いやもう本当にまず見てください。三原さん、これはハメ順5進入りあるかもしれない。俺が今個人的につけてるメモってる。さあちょっと面白い話聞いてたんだけど、この2人よく考えたらバチバチの2人だったんだよね。2人のデュエルを見せていただきたいんですけど、いいですか？まあ見せちゃいますか。まあやりますよ。仕方ねえな。お願いします。西合選手のエキシビションマッチ、三原奈緒選手 VS SHK 選手。昨年行われた公式大会のリベンジマッチです。まあね、前回エキシビジョンで大崎で勝ってるんで、また分からせてあげますよ。いや、そしてあと気になるのはやっぱりアケコンですよね。それテトリス？俗にミックスボックス型と言われる。ミックスボックス。そのなんかキャラクターは何なんですか？これはね、自分の肖像画です。ユットト選手のお姉さんに描いてもらったっていう。そして SHK 選手にも意気込みを聞いていきましょう。お願いします。まあ前回 5-0 がまあ実力差なのかたまたまなのかっていうのがこれで分かると思いますけど。面白い。いいですね。いい。そしてこの SHK 選手のコントローラーもそうだ。完璧タイプ。ヒットボックス型ですね、普通の。ヒットボックスの薄いのを海外で販売しているサイトさんがあって、それを輸入した形です。なるほど。レギュレーションは西合選手。それでは準備をして始めてください。1P 側、左側が三原奈緒を使用するアズウェル、そしてこちら SHK の使うザサラメールです。かなりお互い特殊なキャラクターで、まずこのアズウェルというキャラクターがその武器を召喚して戦うんですよ。で3つ召喚できる武器があって、双剣2つの剣ですね、と斧と、あとは槍と盾を持った槍盾モードって3つあって、それぞれその技があるんですけど、武器を召喚している時にその対応した武器による攻撃を出すとなんと発生が早くなるっていう、とんでもない仕組みを持っています。覚える要素たくさんあるから、なんかすごい。コンボを決めて決まった。 SHK が逆転。なのでその武器を召喚しながら速い技をうまく使って戦っていくんですけど、その今自分がどの武器を召喚しているかっていうのをちゃんと把握しなきゃいけないんですね。そこは難しいところでもあります。そしてこの SHK の使用するザサラメール、こいつもかなり特殊です。これは鎌を使って戦うキャラなんですけど、たまに技を当てるとなんか相手に紫色の丸がつくんですよ。なんかあってますね。これ呪詛です。呪い。呪いをかけてるの？敵を呪うことでその呪いを消費して時を止める魔術を使うことができます。これ呪いつきましたね。なんかすごいインサルことになってる。ヒット、コンボを決める。かなりのダメージだ。一気に倒し切りました。時間を止めて、技をそこからよりつないでいけるみたいなコンボが入るようになったりするんですね。
裸んぼにね。なのでその戦う前準備としてどこかでその呪詛をつけていくことが必要になります。ここは大剣人バスター、自分の後ろに壁がある時に決めるととんでもないことになるぞ。大剣人バスター。はい、そういう技ですそしてこのゲージを使った技であるソウルアタック、これでかなりのダメージを稼いだのは三原奈緒のアズエル。横切りをお互いに対応して、ここでジュースを1つつけたがすぐさま暴れた SHK に対して一瞬抜けてきた。三原奈緒がラウンドを取り返しました。ここは浮かせてかなりの火力、開幕から。そしてここでソウルチャージですね。ゲージを使うことで自己強化する、V トリガー的なものだと思っていただければいいんですが、これアズエルのソウルチャージ非常に強力です。というのもアズエル3つの武器全てを召喚したモード今なってます。オールマイティモードと言いますが、全ての技が速くなります。しかしここは SHK が呪いをつけまくって2つついてるぞ。下段から時を止める、そのコンボを決める、見事です SHK。ジュースをつけるとその2択が強力になるというのはこのザ・サラメールの特徴ですね。まずを浮かせて今度はダメー一点ジを稼いだのは変わって三原奈これ引き寄せるのいいね、鎌で。緒、かなりの軽く、ここはうまく止めて、そしてなんと飛び道具を持ってるんです。遠距離から決めていきました。そして先ほども言ったガードインパクトという仕組みがありますね。相手の攻撃をこう弾いて有利な時間に変えていくというシステム。剣と盾と、はい、あと双剣、斧、斧そしてやりたてです。やりたて。おっと、これは側面、相手の技の空振りなどにこのように技を決めた時にリーサルヒットという風になって、そのうまいことその技を使うとそのなんでしょう、リターンが上がるっていう仕組みがあるんですね。それを決めてきました。ガードの上から攻め込んでいくカウンターヒット。ここはおっとアウフヘーベンで受け止めつつかなりのダメージ、しかし体力差ついているぞ。ここは反撃から三原奈緒が攻め込んでいく。ジュースを1つつけて有利な状況から、ここはソウルチャージで返す。どう。こうなれば全ての武器を召喚した状態ですから、全ての技の発生が速くなります。どっちだ。くるくる回って下段あえていったんじゃない。これは。大剣人バスター。大剣人バスター。でこのアズウェルの強力な技の一つとして、武器をこう召喚した武器に対応した、必殺技みたいなのがですね。うまいぞ。相手の技を回避してから当てることでこのようにリーサルヒット、リターンが伸びます。めちゃくちゃ減っている。そして SHK の体力は赤く光っていますね。このまま技をガードし続けるとガードブレイクを発生してとんでもないことになってしまいます。なのでガードを崩すための動きを狙っていくからうまく横に避けて、リーサルヒットから相当な火力。どうだ。ここでクリティカルエッジ、ボイスフロムアビス。相手の動きを受け止めつつ反撃する、いわゆる超必殺技、めちゃくちゃ減っている。かっこいい。しかもジュースがあるぞ。リバーサルチョキャンセルして避けることをさせなかった。ここは反撃、そして置き攻めアッパー。これ非常にいいアッパーでですね、立ちガードしてしまうとガードブレイクの危険があったんでガードできなかった。それぞれやっぱりその一つ一つ得意な、その技が違うんですよね。双剣は技が速くて、斧はそのダメージが高い、代わりにその縦切り避けられやすい。なるほど。そしてやりたて攻撃は技の空振りなんかに相手の動きを受け止める性能を持っていたりして、防御的な部分があるという感じで、横からこのように技の、いわゆる差し返しをすると火力が上がるっていう技があります。カウンターヒットとかではなくて、そうですね、差し返しに使うとリーサルヒットが発生してダメージが伸びる、その後コンボにいけるようになりますね。そしてこれザ・サラメ、しゃがんで食らってしまうとこのように決まった。リーサルヒットとなってダメージが伸びる。しっかりとそれを生自か分したから押せた。三原奈緒が先行。ここは反撃でしっかりとジュースをつけてきました。ここでジュースを使って時を止めてめちゃくちゃダメージが伸びるぞ。ちょっと軸が悪かった。ただダメージ差は作りました。さらにコンボでジュースをつける。またしてもジュース、これで2つついています。横から浮かせて時間を止める。そしてコンボを伸ばしていきます。見事。お互いに1ラウンドずつ取り合いました。受け身の方向によっては避けられたりしたのかな。このゲーム受け身確定ですね。受け身取った時に隙があるんで取らないというのも大事ですね。確定とかあるんだ。
ソウルチャージで全ての武器を召喚した状態になっている三原直のアズロに対してうまく割り込んだのは SHK。 飛ぶ用具もあります。リーチの長い間非常にたくさん持っている。おっと2発目から中段東京を止める。しかしここはうまく受け身を取って投げるのは三原直。体力差がない。そしてソウルゲージもここで溜まったか。呪詛を使った中段、それを使って2択にしていきます。おガードしっかり反撃、倒し切ることができない。どうなる。残るソウルチャージ、ゲージを使って強化状態、これを生かせるか。中段このように2ラウンド取られると三原直の方にゲージが1本溜まるという仕組みになっています。はいはい、3になるんですね。ここであえて大剣陣バスター、横からここも差し返しの形となればダメージが伸びる。そして起き上がりを攻めます。カウンターヒット。三原直がリードを広げる。しかしこのザサラメールね、相手をリングアウトする能力も非常に高いですから、空中ヒットからつないで壁に当てる。ジュースをつける。ここは暴れた。残るがおっと一瞬痛い。ガードブレイク攻撃をすることでクリティカルエッジのインパクト、受け止める性能のところを破壊しました。フルラウンドフルセット。フルラウンドフルセット。まずゲージを使って自己強化状態に持っていったのは三原直ですが、そこにでしょ。おっとここは空振りを捉えてすげえ減ってるぞ。しかも位置が入れ替わる。これがどう響くか。あ、でも体力的には同じ。大剣じました。これは自分の背に壁があるとコンボが始まるんです。おー、そうなんだ。さらに攻め大剣陣、もう軸が気になる。どうなる。あ、ずれてる。残ったガードの上からインパクト。クリティカルエッジは横に避けている。エキシビションマッチ勝者三原直。いや気持ちいいっすね、声まで返すな。ラウンドはちょっと気持ちいい。まあちょっとね、でも前回の反省点を生かして結構動き変えてきたんで、ちょっと危なかったです。流れ良かったんですけどね。流れ良かったんですけど、ちょっと最後の方は展開作られましたね。作れなかったって感じですね。悔しいです。ありがとうございましありがた。とうございます。初級者いつかの格ゲー修行、格ゲーレッスン。今週はストーム久保先生に教えていただきます。ということでまずは実戦形式でストーム久保先生と対戦し、いつ Z の実力を見てもらいます。マジかよ。コンボ。うめえんだよなマジで。ただ接近戦に持ち込んでいく。あ、この連携がもしかしてきついのか。ちょっと大師。うわ、惜しいね。つける。おっとミスなっている。後ろ前に入れ替えた。冷静。切れ目が怖さある、マジで怖さある。普通なんだけど。マジで怖さある。惜しい。食い取りが余るよ。はい、出るんだな。ちょっと待って、今の回転数は相当だったよ。あー、ダメなんだ。危ね。この時はいつかちゃん、そうその技強いから。あ、それに対して相手もこれはおじさんにっこり。嘘だろ。しかしその後はストーム久保先生にしっかり対応されてしまいます。いつ Z の感想は？飛んでも落とされるし、なかなか近づけないし、っていう相手にどうしたらいいのかちょっと分かんなくって、牽制技をもうちょっと振ってほしいなと思ったんですよ。立ちジャックパンチだったりしゃがみ中パンチだったり、立ち弱パンチ。そうですね、なんかいろいろ使ってみてほしいですね。でそれを使うことによって残儀札が近づかなくて済むんですよ。近づかなくて済む。最初に相手に一発ペチッと当てるだけで、はいはい、相手が次残儀側に行かなきゃいけなくて、はい、その後残儀側は自分から前に行かなくても相手が来てくれるので、逆に自分で間合いに入れるっていうのが。そうなんですね。私、もうザンギエフは自分から近づいてなんぼやみたいなのを
思ってたので、実はザンギエフって最初にリードを取るとすごく強いキャラクターなんですよ。なのでまずは牽制技でダメージを取るってことを始めると、多分すごい勝ちやすいのかなと思いますね。ちょっと試してみてください。あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。牽制技を使って自分のペースに引き込め。頑張れ1セット。これは各ゲーマーたちのユニットデビューを追うドキュメント、各ゲーマーユニットプロジェクト仮。アイドル活動っていうか、そのユニット活動っていうことで声かけさせてもらったんですけど、それこそ2つ返事で「ああやります」みたいな感じで言ってくれた人もいれば「すいませんちょっとそういうのきついです」っていうふうに言うプレイヤーもいましたし、プロとしてその業界に貢献していくっていう何かしらのビジョンが描けてるのっていう話は聞かせてもらって、若手の人たちだからこそそのゲームに興味を持ってもらえる、この業界に興味を持ってもらえる活動っていうのは絶対あるはずだっていうのは思ってて、一緒に盛り上げるために協力してもらえないかっていう話はしました。夏頃のデビューを目指しついに始まったダンス特訓。しかし5人中4人が未経験からのスタート。デビューまでにどこまでパフォーマンスを仕上げることができるのか。彼らにダンスを教えるのはダンスカンパニー11プレイに所属するさや、椎名林檎、星野源といった著名アーティストの作品に出演。数多くの CM やミュージックビデオの振り付けも手掛けてきた。彼女の目にはメンバーがどう映ったのか。初日の日は個人差はあるなとは思ったんですけど、全員姿勢がまず悪いのとリズム感がない、あと体の動かし方を知らない、あとすごく恥ずかしがっているなっていうのが印象だったんですけど、もうちょっと広い絵。各ゲーマーたちが本気で踊る。気になる振り付けはどのようなものになるのか。あまり時間はないと思うんですけど、すっ飛ばすというよりは一つ一つ丁寧に根気強くやっていきたいなっていうふうに思っていて、妥協して簡単にするとかそういうことではなくって、でも彼らに合ったものを見つけられるように。ステージに立てば彼らも表現者。妥協はしたくない。かっこつけてほしいですね。なんかかっこつける力というか、誰かの前で表現をするとなるとちょっと恥ずかしがっている場合ではないし、やっぱりかっこつけないとかっこはつかないから、ちょっとそういうのを少しずつでも引き出せるようになったらいいなって思います。そして次回ユニットの楽曲を作るキーマンが登場。はい、それでは本日も閉店のお時間となりました。2人のキャラがちょっとまだまだ知りたいなって思うところいっぱいあるので、またぜひ来てほしいです。もうまだまだ掘りたかったんで、ちょっとね今度はなんかもっと人数増やしたいですね。ゆっととくんとのお姉ちゃんも一緒にこの4人で話を聞きたいみたいな。本当に楽しく過ごさせていただいて、いろんな話させていただいたり、対戦も久しぶりにオフラインでやれて、本当に楽しかったです。すごく楽しかったんですけど、とりあえず試合でも勝てたし、バーチャル YouTuber を押しまくれたので、それもあり。そんな人いないよ。ということで、今夜の格ゲキストハメ順、お客様は SHK 選手、そして三原奈緒選手の2人でした。ありがとうございました。次回ストリートファイター5チャンピオンエディション、瑛太選手、大谷選手がご来店。お楽しみに。